の存在を思い出してしまいました。うおー、えぐっ、金の盾よ。世界一周編ってことじゃないですか、これは。今回の旅初のファイナルテーブル。I've got it. Yeah. Oh, how about King 10A with 2 hearts?3位ですよね。3位で10万4千ドルもらったからね。でかい。PCT も今日で最終日ですよ。2万5千です。はいどうも、世界ネコさんチャンネルをご覧の皆様、こんにちは。横澤です。メイクセンス。というわけで、我々はマルタに到着しました。横澤チャンネル世界一周編突入ということで、ラスベガスからマルタにヨーロッパフォーカッツァー EPT マルタが開催されております。なんかマルタってやってるんですか？そうなのよ。鋭い質問です。EPT マルタはですね、7年ぶり8年ぶりぐらいの開催らしくて、僕は初めてですね EPT でマルタに来たのは1回だけマルタっていう国自体には来たことあって、ロハンのね、なんかプライベートゲームで来て、それ以来なんでトーナメントに来るのは初めてです。なるほど。今日早速ですね、2万ユーロのトラメがあります。今日ですか？はい、明日も2万5千ユーロのトラメがありまして、あっという間に9万ドルなんて取り戻せるということでワクワクしております。到着してすぐ350万円参加費、もう夕方なんで夜のマックスレートで多分 20BB スタートとかだと思うんですけど、この作戦をラスベガスでもやったんですよ。5000ドルマックスレートレジスト、それインマネしたんで景気よくやっていこうかなと思ってます。しかもですね、聞いてください。すごいラッキーなことがありまして、見てください。こんな素敵な紙を僕もらっちゃったんですけど、これ、はい、僕のスーツケースがなくなったというね書類です。これね、ロス負けです。この移動中にってことですか？はい、まあなんかね、嫌な予感はしてたんだよね。ロサンゼルス、ウィーン、マルタって来たんですよ。で結構このね、ウィーンでの乗り継ぎ時間がやや短かったんですよね。もうマジ1時間ぐらいしかなかったのよ。俺もわーって急いで行ってギリギリ乗れたぐらいだったの。俺これ俺の荷物絶対乗れてないよなとは思ってたんだよね、正直。で案の定聞いたらウィーンに取り残されてる。ウィーンに残ってるんですか？はい。そう、どうなるんですか？ホテルに後日郵送。あ、そうなんだ。ラッキーもラッキーだよ。荷物なく行けんだもん。まあラッキーか。ラッキーでしょ。着る服はないんですけど、スーパーラッキースタートということでホテルに向かっていきましょう。世界一周2カ国目です。イエス。マルタ。なんすかこれ？お出迎え付きです。お出迎え付きなんですか？前回のバルセロナで、なんか僕ね、ビッグになっちゃったんですよ。なんか黒いバンドも入ってたやつ。そう。すべての EPT に送迎が毎回つきます。でしかも全部飲み物食べ物タダです。すごい。 EPT やらなくなっちゃいました。餌付けされてる。おー、来た。ナイスウェザー。涼しい。いい天気ですね。前回マルタ来た時はね、ちょうどこの道を歩きながら風が吹いてるとか言った記憶が。なんか言ってましたわ。言ってました見ました最高気温22度、最低気温18度だから、朝から夜までずっとこれぐらいの。めっちゃいい。めっちゃいいよね。まあ俺着るものこれしかないんだけど。向かいましょう、会場に。疲れはどうですか？めちゃくちゃ眠い。ちらっと言ってませんでした？この前着いた日にはトナメ出ないのが基地みたいなことを言ってた日も。はい、何回もそう思ってるんですけどね。チャンネルこれね、登山家です。登山家ですね。出なきゃいけないのよ、トナメあったらさ。すごい。ちょっとキプロスに似てるんだよね。ちっちゃいですよね。めっちゃちっちゃい。この辺来た記憶あるわ。SIM カード買いに来たわ、これ。そうだと一緒にこの辺パンチングマシン叩いた記憶ある。でなんかハーゲンダッツ。そうこれ違う。ハーゲンダッツのケバブになってる。到着しましたよ。インターコンチネンタル。これ会場ホテルですね。ポーカースターズの人に安く取ってもらいました。すごいですから。やっとチェックインが終わりました。見てください。エリート。飲み物食べ物全部タダ。すごい。やっと部屋に着くことできました。チェックイン。初めてのホテル。でもなんか綺麗。いい感じじゃん。綺麗。古いホテルかなと思ったけど、部屋はめっちゃ綺麗だね。綺麗ですね。見て、バスタブがあります。綺麗。バスタブはいい。いい感じ。これは4あります。早い。Wi-Fi 早い。Wi-Fi 4。Wi-Fi も4。いいでしょう。こちらホテルのお値段が
10泊で2670ユーロなんで、1泊267ユーロ、4万6000円。高え安くはないホテルですね。会場ホテルってことを考えたら背に腹は変えられないんじゃないですかね。というわけで、8レジストの締め切りがあと50分ぐらいなんで、ちょっと20分ぐらい仮眠しようかな。ひろきから電話かかってきたんだけど、出なくていいですか？いや出ましょう。寝たいし。いや出ましょう出ましょう。何もうろくなことないんだから大体。はーい。元気だな。あれもしかしてはい。疲れてます？めっちゃ疲れてます。眠いっす。おいおいおい、そんなんじゃ世界一周できないぞ。本当にそうなんだけどさ、もう疲れちゃったよ。なんで19時間のフライトと、そしてスーツケースがないっていうロスバケしました。待って、はい。盾は？盾もスーツケースの中だ。おい世界初だわ。金の盾ロスバゲした男。あ、じゃあロスバゲしてもしかして洋服全部ないですか？ない。マジパンツと靴下だけ今買ってきた。あー、じゃあもうめっちゃちょうどいいかもしれない。なんで？僕ちょっとで出して。でもさ、はい。まさかの服？どういうこと？なんとですね、はい。このタイミングではい一気にワールドワイド横澤から100万人記念の切符を発売したいと思います。すげえ。マジで俺今一番服が欲しい人に服の走りってこと？めっちゃ嬉しいんだけど。いや、気をつけて。ちょっと着ますこれ早速。着るもんないんで今。すげえ。めっちゃ可愛いじゃん。ありがとうございます。待って、なんか生地すごくない？何これ？あ、着ぐりに来ました。なんかトゥルトゥルの生地なんだけどすごい。ついにですね、見つけちゃいました。ベストオブ生地インザワールド。これマジでベストオブザ生地インザワールドの可能性あるよこれマジで。これすごいなマジで。めっちゃ可愛い。これは You deserve it って書いてあるんですね。 You deserve it といえばね、はい。 WSOP2023 のあなたの45位になる前にはい言われてることなんですよね、これ。言われたねー。お前なら勝つ権利があるよみたいなね。なんか100万登録の記念の言葉として一番ふさわしい言葉だなと思ったの。おー You deserve it。 100万登録にふさわしい男になったのではということで。なるほど。 You deserve it でこの世界の地球儀のマークがね入ってますね。そう、チャンネル登録0人の時から世界のと歌ってきた。確かにね。ついにね名前が追いついてきたみたいなね。そうだよ、やっと。いやこれめちゃくちゃこのパーカーめっちゃいいよ。結構本当にいいかも。めっちゃ超いい。かっこいい。なんかこれパッチみたいなのついてるよ。あ、そうなんですよ。100万人記念グッズ専用のタグをいただきました。1ミリオンサブスって書いてあるね。もうこのタグもう一生つかないんで。確かにすごい。100万人記念タグね。T シャツも見ていいですかこれ。 T シャツがマジでね、今回やばいです。ちょっと着てみる。はい着てみました。 T シャツ 1000K って書いてある。だから1ミリオンってことね。ビデオカセットって書いてあります。100万のビデオカセットで後ろにじゃあなんか書いてあるんじゃないか。後ろすごいですよ。俺見えてないんだけど自分で。じゃあ白の方で見てみるわ。ジャーニーソーファー。これまでの横澤チャンネルの旅ってことね。もう僕らの今までの特に思い出深い動画を、この VHS 風のデザインに起こしてもらって。そういうことか。これだから最初がルール説明でデビルススロットって書いてある。悪魔のスロットや。で、横澤ひろきヘッズアップね。ロゴがね、ヨ VS ヒってなってるんだよね、実は。本当だ、ヨ VS ヒだ。バックトゥーザギャンブラー。ギャンブラーに戻りますの動画だ。すごっ。これ元ネタが何なのか考えるの面白そう。めっちゃいい。これデザイン最高だね。しかも映画のモチーフをちょっとこうオマージュしてる。そういうことですよね。このバックトゥーザフューチャーもそうだし、これめっちゃ作り込まれてるね。これ俺ね、もう着るのももちろん着るけど部屋に飾っときたい。確かにいいっすね。裏面かわいい。めっちゃこうやっていいね。そうしかもこれ100万登録記念のこれもついてるからさ、マジでなんかもう100万にふさわしすぎる。じゃあこちらおそらく今日の動画から販売開始されたんじゃないかな。買えるんだ今これ。すごっ。かっこいい。概要欄コメント欄ぜひチェックしてください。リンクから横澤ショップにアクセスしてください。この服着て100万にふさわしい男らしく、はい、この先長いけど世界一周頑張ってくれ。頑張ります。ありがとうございます。元気出たわマジで。頑張る。はい、ありがとう。いや
ちょっと本当に一番嬉しいタイミングよっしゃ、元気出てきた。やる気出していきましょうか。じゃあ頑張りましょう。頑張りましょう。着替えました。お、かっこいい。可愛いでしょ。かわいい。というわけで会場入ってみましょう。初の EPT マルタじゃない。はい。なんかすっごいこじんまりとしてる。ちっちゃ。多分でっかい会場があってそっちに配信宅とかがあるんだろう。サブ会場アプリでエントリーしてみました。すごいね、これアプリで350万払えちゃうってことだ。すごい。This table seems very soft というわけで2万ユーロギリギリ滑り込みで参加できたんですけど、参加できない方が良かったかもしれないぐらいメンツ辛いです。多分全員格上な可能性が高いですね。全員賞金獲得総額270億円です8人で270億円ぐらい、平均34億円ってこと。そうは見えないっちゃ見えないこんな会場の隅っこに、一番隅っこですよこれ。会場の華々しさゼロ。ゼロ。もう参加締め切られてる。はい、締め切られてます。30エントリー16人残り。もう半分。はい、これ2テーブルかも。じゃあこれ2テーブルです。残り2テーブルです。めっちゃすごい。今日に踏み入れてしまいました。頑張ります。頑張りましょう。1ハンドで飛んだ。1ハンドで2万ユーロなくなったんだけど、やば。何しに来たの俺マジで。すごい。はい、ハロー。というわけで2万5000ユーロスーパーハイローラーウォームアップやっていきたいと思います。大変だった。これね EPT の参加費が2万ユーロ以上のトラでは1ハンド目が配られる瞬間にテーブルに座ってると参加費の手数料の半分返ってくるらしいんですよ。結構でかくないですか。でかい。知らなくて俺それ前回まで。前回の最後の方に言われてなんでもっと早く行ってくんないのっつって、これいくら取りこぼしたからこれ結構ですよ。結構でかい。今回からしっかりこのね参加費もらっていきます。2日目も頑張りましょう。はい現生でなんかおもろいね光景。お年玉みたいな。150円できました。でかいっすよね。4万。でかい。4万円もらいました。
ブレイクファーストブレイク25万が13万でしかありません。半分近くまで減ってしまいました。この2時間89スーツが引けるかどうかだけの勝負でしたプレーも現状なんかちょっと良くない感じはするかな。なんかね、ラスベガスとヨーロッパって全然違うんだよね。やっぱすごいみんなアグレだし、なんかめっちゃ参加率高いと思いますそうね。ラスベガスのプレーは比較的ねバランスがいいっていうか、こっちが暴れる側に回んなきゃいけないことが結構多いかなって感じがするんだけど、なんか EPT はもう真逆で、どっちかっていうと暴れちゃいけない、周りが暴れまくってるから仕留めるっていう、なんかそこのスイッチの入れ替えとかギアの入れ替えがまだ 100% できてる感じしないね。だって昨日ワンハンドしかプレイしてないから確かにとは言ってられないんで集中して頑張っていきましょう。頑張りましょう。やばい、勝てる気がしない。Good game, yeah. I feel like I'm losing. Yeah. 勝てることもあるんだな、俺。見てて気づいたんだけどさ、7連敗中なんですよ、このね。わしかも金額が1万5000、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 2万5000、2万7連敗で12万5900ドル。やばくない？やばすぎます。いやなんかさ、8回に1回ぐらいはやっぱり今できるじゃん。そろそろじゃない？こっからほぼ原点。25万6000。テンポ系2025年一番難しいことされました。マジですか？ヨーロッパって変なことしてくるんだよね。 GTO って何ですかみたいなプレー多いんだよね。むちゃくちゃしてくれてるってことは普通にやってれば勝てるってことだから。
でもむちゃくちゃを倒しに行きたくなるし、はい倒せたらやっぱリターンはでかいんだよね。むちゃくちゃやってるわけだから、どこまでこの付き合うかっていうのがねヨーロッパのね一つの課題なんですよ。だから普通にやって確実に勝ちに行くか、もう相手のそのむちゃくちゃをもう全力でカウンターパンチ打ちに行って一か八かを狙うって、これどっちかが難しいね。でも正直言って面白いっす。アメリカのポーカーとはまた違ったね、かなり野生味あふれる緊張感のあるポーカーっていうか、どう戦うかマジ面白いね。いくら負けんだよマジで、この3日4日で。トーナメント怖えわ。チップが増えた記憶が全然ない。そういうこともあります。パワー貯めてます。食べましょう。おはようございます。どうす。というわけでまだ荷物届いてません。ロスバゲしましたけども、3日目パンツと靴下だけ買ったんで、上は毎日もらった服着てます。助かります。ありがとうございます。ひろきさん、EPT マルタということで、初日2万ユーロ1ハンドで飛び、2日目2万5000ユーロも飛びということで8連敗中です。8連敗。金額にして2300万。8連敗で2300万です。2300万負けてるとか言ってますけど、ポジティブに考えたらバルセロナめっちゃ勝ったおかげで、本当に全部ダメだったとしてもトントン気にしないでいこう、というわけで気楽にやっていこうということで、今日は高いトナメがないので2700ユーロのトーナメントに出てきます。前回のバルセロナって2700で吹いてますから、僕確かに。おおらかな心でやっていきましょう皆さん。ね。いやなんもなかった。やりましょうか。2発目。2発目。連敗記録どこまで伸ばせるかっていう別のチャレンジ始まってます。いや止めて。20連続ノーインまでみたいな。だから今9連敗で10発目。覚えてる範囲でどんぐらいあるんですか、自分の。ああ過去最高。過去嫌な記憶ですけど。17はありますから。17。12ぐらいは結構しょっちゅうあるなっていう。耐えれないですけど。長い目で見てみましょう。いや本当長い目ですね。4枚目で頼む、ただでもう1枚見せてくれという祈りが通じました。
デイワン B で出てみよう。あ、マジっすまず B がある。か。オッケーっす。本当になんもなかった。いきましょう。A1B。D1B。デイトレテスト締め切りですね。引けないパターンですね。引けるパターンもある。なんかやっとチップ増えた。79,500。やったー。リバーのコールしびれるね。びっくりした。プロップチェック。最近さ、高いやついっぱい出てるからさ、たまに2700とかやっぱ出るとさ、なんか自信になるわ。普段戦ってるやっぱフィールドでは起きないような穴がいっぱいあるというか、はいはいは深いのだけ出てりゃいいってもんじゃないかもね。い。なるほどなるほど。長い目で見てコツコツ期待値を稼ぎましょう。頑張りましょう。なんか増えたな。16万2000ぐらい。16万2000。31人がインマネ、残り45人でデイツーニシン。かなり見えましたね。いや、見えない。30分でこれがこうなったからね。ポーカーってこういうゲームだから、諦めない心がインマネを生みます。頑張りましょう。頑張りましょう。ねあと5人でインマネだった。連続のインマネ記録更新です。いや、止まると思ったな。恐ろしいのはこれが20とかいっちゃうことで、いや、そうですよ。終わりが見えないのめっちゃ怖いっすね。いつかはいっちゃうからね。20とかもやっぱね、正直ね。でもですね、ポジティブな要素が1個ありまして、はいこれもしインマネしたら明日デイ2だ。はいはい。明日メインイベントあるのよ。あ、そうなんですか。そうこれ残ったらメインのデイ1へ出られなかったのよ。あ、なるほどなるほど。だってバインこれの倍なんだよ。なんなら参加人数はこれの倍以上だから、そっちの方が優先度高いから。確かに。メインのために来たんだから。はい。あと俺さっき部屋戻るときに俺のスーツケースとすれ違ってるから、あら、俺のスーツケースだって思ってアプリで探したから、スーツケースもある、メインも始まる、ここまで10連敗でもうしゃがんできた。優勝するしかないよ。俺は溜めてるからパワー。ためてますね。あとはもう行くだけです。メイン頑張りましょう。頑張りましょう。
PT マルタメインイベント Day1A がこれから始まります。飛びかけました。楽しいね。今までとの違い出ちゃってるね。本日メインイベントです。まさか、あー、苦しい。